ワンインチチャンネルステップバイステップ。どうもはいどうも。はい柳正一です。はいはい。柳君声大丈夫？大丈夫です。声出てる？どうですか、頑張ります。はい。ワンインチメンバー正式に変わりましたんで。そうです。ゆきおさんから柳君に。はい。ゆきおさん今日いないんですけど。今日いないんですけどはいね。柳君2回目の登場になります。はい。そっか2回目か。はい2回目ですよね。で前回登場いただいた時は、まあワンインチサロン生にキックボクサーがいますと。そして試合を控えてるので応援お願いしますっていう動画だったんですけど。試合終わりましたね。試合終わりました。はい。その報告をしてください。お願いします。7月に試合をしまして、無事1ラウンド KO 勝ちをすることができました。おめでとうございます。1ラウンドだよね。1ラウンドで。いやー素晴らしい試合でした。見事に。公式の YouTube が上がってましたので、概要欄に貼っておきますので、ぜひちょっと短い試合なんで見てください。試合どうでした？ちなみに。試合は前回の動画の時に教えていただいた右ストレートがもうバッチリハマって、それ2回ダウン取って勝つことができたんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。炸裂してましたね。綺麗にね、バーコーンって入ってたもんね。あれはやっぱり打つ時にそのポイントを意識して、そうですね、前回教わったみたいに、はい、つま先と膝が入りすぎないようにと。揃えてね、であと肩が上がりすぎないようにっていうのを意識したら、マックスパワーじゃなくて6割ぐらいの力で倒せたんですごいなと思って。自分でももうそこまでじゃなかったんだ。そんななんかスパーリングとかほとんどやってなかったんで、あれもうぶっつけ本番って感じだったんで、うわこれ超強いと思ってすごい効果を本番で感じたという。そうか、スパーリングあんましないタイプって言ってたもんね。そう前回7月21とかに試合だったんですけど、最後にスパーリングしたのが5月末とかに1回して、そのまんま試合って面白いね。なんか変わってるよね。で試合で初めてやったら炸裂したんだ。すごいと思って、これは強いと思って。先生も嬉しくないですか？いやいや嬉しいよ。教えた技で綺麗にそれで勝っちゃうっていう。それで勝ってたからね、本当に。その前の試合はね、サロンで教えてたサイドキック対応しまくってたし、ステップと。確かに教えた技しかやらないですから。対策簡単ですね。自分の見れば、この YouTube 見れば、ヤナが次何を使ってくるか分かりますからね。じゃあちょっとせっかくなんで、シチュエーション込みでどんな感じでワンツーストレートを炸裂させてくれたのかっていうのをちょっと本人の実演解説、本人の解説をね交えながら、いいですか？はい、いや、お願いします。東子先生、左腕の頭骨折れてますんで。こっちで受けます。お願いします。多分この辺ぐらいに距離近いって言われて、確かに距離近いかもと思って一回仕切り直して、ここだいぶ遠いよけどね。でも多分これぐらいの距離です。とりあえず一回頭振ろうと思って、一回頭振って内側から一回スタブジャブってで、そこからそのままこの流れでここに入ったんだね。はい、打ってみたんですよ。だってなんか伸びすぎてさ、もっと遠くからでも当たったよってぐらい。そうですね、もう少し遠くからでも当たったかもしれない。伸びきる前にもう当たってたもんね。確かに距離感的には多分これぐらいです。もっと遠くてもなんならいけたよ。多分これぐらいでも当たる。はい、当たります。はい、当たるよ。ストレートリードもね、ジャブで使えるし。そうですね。ストレートリード使ってるよね。伸ばしてね、打ってるよね、ジャブ。いやーでも見事でしたね。見事よ、本当に。先生は試合見てどうでした？完璧でした？完璧だったんじゃないですか。完璧？まあね、ずっとヤナ君の距離だと思うし、そう。次戦はいつなんでしたっけ？12月の22日に新人王のトーナメントの決勝があるんで。決勝。なるほど。で前回の試合の続きというか。そうですね。はい。トーナメントの続きが決勝戦で。はい。次は何を教えましょうか。ね。教えた技使うんでこの人。そう。だからその相手もね、今日研究して、相手のこと研究してちょっとアドバイスというか。そうか。相手の試合映像も YouTube 上がってるわけですね。上がってます。なるほど。それ見て、こんな技どうって、こんな使い方どうみたいな。
そうですね。じゃあ相手選手の動画も概要欄に貼っておいて、コメント欄でみんなから対策を教わりましょう。対策のアドバイスがあればみんなが考える。みんなで考える。でそれでもそのコメント欄相手も見ますから。わけわかんないことになりますけど。わけわかんない。ガッチャガチャになりますけど。ガッチャガチャになるけど。フックは？フックはそうだそうだ。さっきね雑談で聞いてましたけど、実はストレートの後の返しのフックでぶっ倒そうと思ってたら、とどめさそうと思ってたんですよ。フィニッシュ。ストレートで先に倒れてフックが当たらなかったっていう。大空振りしました。大空振りして自分でもう後ろ向いちゃった。でこう吠えたんだよね。で吠えでノーダメージだったんですよ。だから彼一回も当たってないからね。そうですね。それで吠えたんだよね。シャーッそしたら左顎が出れました。バカじゃねえか。バカじゃねえか。フックを見ましょうか。はい。素手で見るのね。はい。素手で大丈夫です。素手思考だもんね。元は。いいね。コンパクトに。どうですか。いいフックですね。ただ G 君道的に教えるなら全然もっとパワー出ます。本当ですか。本当全然出る。ちょっともう一回いいですか。フックちょっとゆっくりじゃあやってみて。いいですね。この前足をさ、もうちょっとこう回してみましょう。で腰をここまで。おお結構。そうで、縦毛でもいい。ここで揃える。ここを揃える。このライン、ここのターゲットに対して、このラインをここまでひねったことはないです。で、この腰が今ここまで回りすぎちゃう。ここ。はい。ここでどう？いいね。でしょ。すごいですね。あとはこっちでやるけど、体重重心移動を加えるとさらに回転力とこの重心移動でストレートにアップする。そうほら出るでしょ。すごいです。すごいんだよこれ。全然違います。全然違うよ。であとは G 君道でそのクロス打って例えばクロスからつなげるとクロスでオープンスタンスになったらこれを閉じながら打つの。要するにヒンジドアのこの蝶つがいのようにこっちを支点にして開いたのを閉じるんですよ。これがまた重心移動。このラインをこの地図のこほらすごいです。綺麗だね、フォームが。回しゃいいってもんじゃないってことですね。そういうこと。回しったら回しだけ強くなるとかじゃなくてちゃんと構造を揃えることによって強くなる。構造が強くなる。まずそこで揃ってるアライメントが、これリバースアライメントっていうこっちのアライメントのでそれを回転させてフットワークを使いながらそう全然違います。違うよ。移動力が加わる。だからその場で打つのよりも全然こうフットワーク踏んだ方が当然重くなる。ちょっとこっちの方が力入れなくても。持ってこう右手持ってこう。俺もあんまり強く打てないんだけど、これがこの場でこう打つのとこれをこっかで全然違うでしょ。この重心移動少しこう後ろをこういう軌道を描いてでここから巻かないでまっすぐにこうストレートに入っていく。これをすごいっす。で例えばこれがフックったらおい死にました。腰切られてるこのまま入ってる。仮にこれスウェーバックして下がって避けて足を残ってる。すごいっすね。そうすごくいい。すごいっす。いいでしょ手応え。全然違います。いいでしょ。すごい変わってるよ最初から。本当ですか。最初のフックとほらもう全然違う。全然違う。すごいでしょ。全然違うし、こんなにすぐ反映できるのがすごくないですか。それがすごい本当に体の身体操作を。どう。いやすごいっす。全然違いますね。だから G 君道のすごいところいいところはその運速をこのフットワークを使いながら自分の自重を生かして破壊力とスピードにつなげてるのよね。
これならカウンターももらわなそうです。そう頭のラインが、例えば構えててクロスでこっち外してる、こうってでフックこっち外してるから、ジグザグにこうなる、ここで次狙われても打ってきても次こっちで入るからここに入る、さっきねそのストレートでダウン取った後のフックで、なんか思いっきり自分もグルンと回っちゃったみたいな話あったと思うんですけど、今の打ち方だったらそこまで回らなかったってことですね。回らないだってここが軸になって、ここで止めてるから、だからこれ以上こうやっちゃダメなの、要するに武術って背中見せたらもうやばい、アウトだから、たとえ空振りしてもそれがピタッとこう、そうすかさないように。今回の場合は相手が倒れてたけどかわされてたら自分グリーンと回っちゃってたってことだから、あれでスウェー避けられてた、カウンター逆にもらせちゃう。そうですねっていうことでぐるんと回んなければさっきみたいにすぐサイドキックに関節蹴りに戻し、いいでしょ、すごいです。そうわざと避けさせてもいいよ、こうはいでしょ次はこれでした。次はこれです。いやこれですよ。このまま出しちゃダメなの。これをやります。これだけやります。でも今みたいにそう体の使い方一つでやっぱり重さもスピードもまだまだ全然上がるので、よかったら練習してみてください。いや12月の試合また楽しみになりましたね。武器がねどんどん増えていく。そうですね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日もまたレベルが4レベルぐらい上がりましたけど、ありがとうございます。マジでさ教えてすぐさ、いや本当にさ体に反映できるって仕込んでんのかって思われるぐらいさ、やってないから、ビフォーアフター早すぎてさ俺らやってないもん。やってないのよ本当に。それかヤナ君が俺らをからかってビフォー下手くそにやってるかもしれない。全部分かってるのかもしれない。あえてね。いやすごいね本当。変わったの分かったでしょ。いや全然違いますね。びっくりしました。でもなんでこんなに覚えが早かったり、体に馴染むかっていうのは僕分かるんですけど、ワンイチサロンに入ってるんです。そうなんです。はい。これやっぱ見てるからですね。そうなんです。毎週ね稽古動画を配信してます。YouTube のオフショットも配信してます。配信してます。雪音カメラ車中トークも配信してます。ぜひ皆さんワンイチサロンへ。そうだね。という動画です。いや違うのよ。嫌な頑張れ動画だからですね。でまたじゃあ12月22日に向けて引き続きちょっと練習も大変だと思うけど、もうみんな結構かなりの人が応援してくれてると思うので、コメント欄もね温かいコメントでありがとうございます。皆さん矢名君の。で引き続き僕らもそうだけど皆さんにも応援していただいて、ぜひ22日勝てるように頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。オンラインで地域運動が学べるワンイチサロンをやっています。 YouTube のオフショットもあるよ。概要欄をチェックだ。